16号整形外科山田しおり枕研究所の山田しおりです。今回は四十肩、五十肩と年齢三十肩ってあるのっていうお話をしたいと思っています。はい。先生、四十肩、五十肩と言いますが、私は30代なので三十肩でしょうか。三十肩という言葉はありません。なぜかというと、この四十肩、五十肩というのは、医学的には肩関節周囲炎というんですけれども、この、炎症っていうの、肩に起こる炎症というのは後発年齢が、50代くらいから70代ぐらいまでの方によく起こる病気なんですよ。もちろん40代でもあるので四十肩、五十肩と呼ばれるわけなんですけれども、20、30代ではほぼほぼ起こらないんです。ですので三十肩はないという結論になります。実はこの四十肩、五十肩、すごくありふれたよくある症状なので、非常にこの症状も多彩で、さまざまな症状の症候群のような形になっている、病態です。江戸時代にはなんと五十肩っていう言葉がちゃんと書き記されているんですよ。驚きですよね。昔からある病気の状態のようです。当時の人も肩が上がらないとかあったんですかね。何ですかね。はい、ではこちらご覧ください。当然四十肩、五十肩ですから肩の周りに起こってくるわけですけれども、肩の周囲に、骨、軟骨、靭帯、腱、さまざまな組織がありますね。ここに、痛みを代表とする炎症というものが起こってきます。その炎症が、長い間ほったらかしにされたり、痛いけど我慢などずっとしていると、だんだん関節にある袋、関節包という袋が癒着、くっついてしまってガジガジになって動かなくなる。こうなると上げたくても上がらないということが起こってくるんですね。ですので放置するとちょっと厄介な病態になります。どんな症状があるかというと、肩が動かすと痛い運動痛、それから何にもしてないのに夜間に痛い夜間痛、あと何しろ動きが悪くなってくる。そして結果的には洋服の脱ぎ着、昨日いらした患者様はタンクトップが脱げないっておっしゃってましたけど、そういう時にかぶり物みたいのが非常に脱ぎ着が辛くなります。またエプロンを結ぶ、後ろでエプロンを結ぶ、後ろの、チャックを上げる、そうですね、男性だとなんですかね、後ろに手を回すような動作、こういったことが非常にしにくくなります。一方でよく男の方というのは車を運転していて、右肩で券売機の券を取るみたいな動作とか、後ろのシートのものを持って引き寄せる場合など、不意にやってしまった動作でイタタタタッと急激な痛みが出るなんていうのも四十肩、五十肩でよく起こる症状になります。先生、うちの母も先日洋服を脱ぐときにって辛そうだったんですけど五十肩ですかね。50歳代でいらっしゃるんですか。やっぱりお母様ぐらいの年齢で、その肩が急激に痛くなったり、洋服の脱ぎ着がきついみたいな時は五十肩の可能性もあると思うんですね。夜間も痛いとおっしゃってますか。夜間も痛いって言ってます。じゃあ夜間痛もあるということになると少し確率が上がってきますね。ぜひ一度整形外科を受診されるといいと思います。はい、ではこちら五十肩の病気分類といって、病気っていうのは病気の時期っていうことなんですけど、長くなればなるほど別の症状がもう出てくるんですね。最初炎症期と言われる時期、2ヶ月から9ヶ月、発症症状が出てから最初のうちっていうのは、非常に動かすと痛いとか、動かさなくても夜間痛いとか、結構痛みが強い時期なんですね。そういう時はあんまり動かしてはいけないので、
肩患部を安静にすること、そして消炎処置をすること、例えば湿布を貼るであるとか、飲み薬を飲むとか、時にはあんまりひどい痛みの時には三角巾などで固定するということもあります。患部を安静にすることで、痛みが取れてくる、そういう時期ですね。次に拘縮期といって、少し肩が固まってくる。お母様その時期を過ぎると少し肩が動きづらくなってくるみたいなことをおっしゃるかもしれません。後ろでエプロンを結ぶとか、何かしようと思ってももうこれ以上肩が上がらないみたいなことが起こってくると、この拘縮期、だいたい症状が出始めてから4から12ヶ月ぐらいの間を指します。今度は、ただ単に痛くないように動かさないというのではなく、痛みのない範囲動かしていく運動が必要になってきます。適切にリハビリテーションを行うことも重要です。そして最後、回復期、だいたい5ヶ月から長い人だと2年ですね。結構長くないですか？ 2年もかかるんですね。実はそういう患者様いらっしゃるんですよ。24ヶ月、2年間、この間には、動かなかった方が少し自然と動き出す方もいらっしゃるし、逆に凍結型といって、冷凍庫に入れてカチカチになった方のように凍結、固まってしまう方になってしまう方もいらっしゃるんですね。こうなると自分での運動だけではとても追いつきませんので、動きの訓練をしっかりと専門の医療機関で行うことが必要になってきます。最悪の場合をお話しすると、もしこの拘縮期にもしくは回復期にリハビリテーションをしても日常生活に必要なだけの動きが確保できない、例えばこのぐらいしか肩上がらなかったらいろんなことできないじゃないですか。結構生活に困ると思いませんか？不便ですよね。不便ですよね。そうなってしまうと最終手段として手術療法というのがあります。切るというメスで切るという手術、もしくは今は関節鏡といって細いカメラを入れて中を見ながら処置をすることで元の動きに戻していくという方法もあります。ここで私がもう一つご紹介したいのが、最後に書いているサイレントマニピュレーションという徒手療法というのがあって、これは首の神経のブロック注射をすることで肩の患部の痛みを取っておいて、愛護的多動的、専門家のドクターがもう肩を動かして、この肩の固まった部分を剥がしていく、そして元の動きに戻していくという治療、比較的新しい治療ですが、良い結果を出している例が増えていますので、サイレントマニピュレーションも一つの選択肢として知っておいていただければと思います。今日はこの四十肩五十肩、30代の人に三十肩があるかなんていうお話をしてきましたけど、肩関節周囲炎、医学的にはこの病気とてもありふれた、いつあなたがなるかもわからない病態ですので、少し記憶に留めていただけると、症状が出た時慌てずに済むかと思います。ご注意してください。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。